追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第98話追尾の魔女。森の静寂を切り裂くのはユーマの荒い呼吸だけだった。天にの余波で視界がぐにゃりと歪む。着地の衝撃を殺せず、ユーマは泥の地面に膝をついた。ユーマ休まないで。次、飛ぶわよ。セレスの声もかつてないほどにかすれている。彼女の持つ信念の杖は手にを繰り返すたびに周囲の魔元を強引に吸い上げ、青白い火花を散らしていた。短距離天にの連続使用。本来天に魔法とは精密な演算と多大な魔力を要する高等魔術だ。それをこれほどの短時間で連発すれば術式は摩耗し、座標の精度は目に見えて落ちていく。セレス、今の何回目だ。12回目。座標のズレが3メートルを超えたわ。セレスが額の汗を拭い、背後を振り返る。そこにはただ暗い森が広がっているだけだ。魔物の気配すらしない。だがその静寂こそが異常だった。負けてないんだな。私たちの移動の終着点を向こうは正確に把握している。あえて見える距離を保ったままユーマは奥歯を噛みしめた。イシュバ、あの影の魔性は本気で追ってきているのではない。逃げ惑う獲物をじわじわと追い詰め、魔力を枯渇させ、精神が折れる瞬間を待っている。これは追跡ではなく歪んだ遊興だ。数百メートル後方、木々の影に溶け込むようにイシュバは静かに浮遊していた。あの魔導士の娘、なかなか粘るわね。イシュバの瞳に天にの光の残滓が映る。本来なら1回目の天にで捕捉し、影の鎖で吹きずり戻すつもりだった。だがセレスのアム術式は緻密で、追跡を振り切るための偽装の魔力根を幾重にも散布している。イシュバほどの核であっても、この森の複雑な地脈の中で必死に命を燃やすセレスの術式を完全に断ち切るには少々の手間と時間が必要だった。今すぐ空間ごとに握りつぶすこともできるけれど、それは退屈な脚本だわ。イシュバは薄く笑う。セレスの実力は認めている。今の彼女を生きることは魔性の自分にとっても一瞬の隙も許されない精密な作業になる。ならば追い詰める必要なんてないわ。自ら戻ってくるように仕向ければいいだけだもの。イシュバは指先で宙をなぞった。影の蛇が血を吐い、先行する二人の周囲へある波長をまく散らし始める。あらもうおしまい。拍手喝采を送りたい気分だわ。直接脳に響く甘い声。ユーマは顔を上げた。背後の影が音もなく立ち上がる。もっともっと私を楽しませて。あなたたちが絶望にあえぐたびにあの子の血の匂いが最高に芳醇になるの。セレス、飛ぶわ。セレスが強引に杖を振り抜く。空間が裂け、二人の姿を飲み込む。その直後、二人がいた場所を漆黒の鎌がなぎ払った。いいわ、逃げなさい。でも逃げた先にあるのは私の腕の中よ。闇の中でイシュバの瞳が赤く光る。魔性は急いでいない。セレスの魔法がいつか枯渇することも、ユーマがリーナを見捨てられないことも全て確定した未来としてその手のひらの上にあるのだから。待て、セレス、止まってくれ。14回目の手にを終えた直後、ユーマがかすれた声で静止をかけた。膝をつき肩で息をしながらもその目は周囲を冷徹に探っている。ユーマ、ここに止まるのは危険よ。魔力痕跡を消しきれていないわ。セレスが杖を握り直し焦燥をあらわにする。だがユーマは首を振った。イーナだ。イーナの魔
囲の空気、そこにはかすかだがはっきりとイーナ特有の魔力の残響が漂っていた。セレスも自身の感覚を広げ、数秒後に顔を蒼白にさせた。本当ね。でもこれおかしいわ。広域に散布されすぎている。それは同票ですらなかった。イシュバがあえて隠すこともせず、イーナの魔力を蒔絵として世界ににじませているのだ。俺たちを誘導してるんじゃない、見せつけてるんだ。ユーマの拳が怒りで震える。イーナはここにいる。その事実を逃げる二人の鼻先に常に突きつけ、いつでも戻ってこいと嘲笑っている。どこまで逃げようとこの波長が届く限り、二人の精神はリーナという檻につながれたままなのだ。あいつは俺たちが逃げ切ることすら全部想定に入れてる。その先で俺たちが戻ってくるって知ってやがるんだ。イシュバの計算は正しい。ユーマがリーナを見捨てて自分たちだけ安全な場所へ逃げ切るなどという選択肢は最初から存在しないからだ。しかしセレスの瞳に絶望ではない別の光が宿った。いいえ、これはチャンス利用できるかもしれない。利用する。罠に飛び込めっていうのか。イシュバは私たちの消耗を計算に入れている。そして私たちが逃げ切れることも前提に待ち構えているわ。だったらそれを逆手に取るの。セレスは信念の杖の石突きを地面に立てた。イーナの波長が巻かれているということは、彼女のいる場所をまるで同票みたいに教えてくれているようなものよ。向こうが門を開けて待っているなら、それを使って裏側へ滑り込めばいい。セレスは冷徹な魔導士の顔を取り戻し、術式の構成を練り始める。それに今このタイミングを逃したら二度と救出することはできない。それはイシュバという絶対的な強者の町の姿勢を欺くためのあまりに危うい虚実の計画。ユーマ、私を信じてくれる。ユーマは森の奥へと沈むリーナの波長の源を見つめ、静かにけれど力強くうなずいた。ああ、リーナを連れ戻すんだ。暗い森の中、二人の逃亡者は初めて獲物から狩人へとその石を翻した。18回目の転移。その着手と同時にユーマの体が無様に地面を転がった。今までの精密な転移とは明らかに違う。空間のつなぎ目がガタつき、排出される際の衝撃が肉体をダイレクトに叩いたのだ。ユーマ、大丈夫。セレスが駆け寄るが、彼女自身の足元もおぼつかない。信念の杖から放たれる青白い光は、まるで接触不良を起こした電流のように激しく明滅し、不安定な魔元が周囲の空気をバチバチと焼いている。座標がずれた。左に20メートル。ユーマが泥を吐く捨てながら立ち上がる。その動作は素人目にもわかるほど鈍い。セレスは震える手で術式を編み直そうとするが、その指先からは魔力が無産し、不完全な魔法陣が空中でパリンと乾いた音を立てて砕け散った。魔力循環が追いつかない。セレスは苦渋に満ちた表情で無意識に自身の指にはめられた青玉木の指輪を強く握りしめた。その指輪は今の彼女の絶望的な魔力状況に呼応するかのようにかすかな、本当にかすかな脈動を返したが、今はまだその進化が発揮される時ではない。ほう、影の中からその様子を観察していたリシュバは薄く唇をつり上げた。あらら、消耗が激しいのかしら。あんなに鮮やかだった術式が見る影もなく崩れていく壊れゆく過程もまた一興ね。彼女の目にはセレスが転移に失敗し続けているように映っていた。座標はずれ、着地は乱れ、
気を失って周囲に垂れ流されている。どうせ最後はあの娘の波長に誘われて戻ってくるのでしょうけれど、石場の瞳に残酷な光が宿る。戻ってくるのを待つのもいい。だが今この無様に転がっているあの少年の首を、いや進化師の首をこの場で跳ねてしまったらどうなるだろう。その時決定的な隙が生まれた。19回目の手にセレスが杖を振った瞬間、空間がいびつにねじ曲がり、明かりがはせた。ああ、セレスの悲鳴。ペンには不発、いや不完全な発動だった。ユーマの体は半分だけ空間に飲まれかけ、激しい拒絶反応とともに地面に叩くつけられた。動かない。ユーマは意識を失ったように泥の中に突っ伏した。ユーマ、ユーマ。セレスが泣く叫びながら彼にすがりつく。この瞬間、ビシュバの遊び心が確実な殺意へと変質した。このまま殺せちゃうわね。影が爆発的に膨張した。遊びは終わりだ。ビシュバは物理的な距離をゼロにするため一気に加速する。幕引きね。一番おいしい絶望の瞬間、クライマックスを私の手で飾ってあげましょう。森の木々が影に飲まれ、イシュバの指先が無防備なユーマのうなじに届こうとしたその時、